蘇道です。遅くなってすみません。再開します。来月からまた本格的にリスタートします。第2部5、6、7話の考察していきます。ボルトはどうするのか。最新話ネタバレ含みますのでご注意ください。第2章7話ではボルト vs 美月が戦闘開始で始まります。美月はやはりカワキが太陽ではないことを心でだんだん感じていましたよね。ボルトが太陽が必要ならいつでも俺んとこへ来いって発言はかっこよかった。これはもうやはり人の思いは決して消えないという王道な流れになりそうですね。そしてナルトが生きていることもカワキが管理していることもボルトが明かしました。鹿丸と美月にも知られたことにより、いよいよカワキが危機的状況になっている。6話ではデイモンも7代目が生きているのがバレたら全能があっても危ういと釘を刺している。今後の流れとしてはナルトをターゲットとしているジュラによって大きく流れは変わります。このジュラによってナルトの生存が全世界に伝わるという大きな変革をもたらします。一番重要となる陶酔の鹿丸、太陽と信じていた美月には事前に伝わったのはそういうこと。この2人はよりその真実を目の当たりにしたときにボルトに対する信頼を強くする必要があるため。ただどうやってナルトはあの大黒天から引きずり出されるのかが現状不明なところ。逆算をすればカワキは自らナルトを出すか。いや、それは絶対にありえないです。そもそもナルトが生きているのがバレたらまずいのと、出すことでさらに危険にさらすからです。かといってジュラがカワキをボコったとしてもカワキの意志がないとナルトは出てこれません。なのであまり難しいことは考えずに考えると、結論ジュラはカワキに接触すればナルトは出せる。今回の準備がこうなったのはコードの大筒由来の白いカーマによっての影響です。バグもエイダの千里眼を覗けていたのもこの千里眼も大筒の力であるからです。ナルトで例えるとマダラの輪廻眼の力を同じ輪廻眼を持つサスケが見抜けたような感覚。理屈で言えばジュラはその場で大黒天に行けばいいってことになるが、接触と探知は必須のよう。しかもナルトは 100% で全能の影響はないです。時が止まっているというのが最大のポイント。時が止まっている、いわば止まった後の出来事はナルトにとっては何もなかったことになる。今回ジュラにより木の葉に戻ったナルトはカワキに飛ばされた自宅での時間から開始する。鹿丸が8代目をせかされていたのも今後ナルトが復帰するからという伏線だと感じる。鹿丸や美月、そしてナルトがここで登場することでいよいよボルトの存在が戻ってくる。ただここでナルトの死亡説とかも考えましたが、それはかなり低いものだと思っています。サスケは必ず助けるとされていて、ナルトだけは死亡という単純に意味がわからなくなる。今回のナルト再登場はシンプルに息子ボルトの立場再逆転となる感動シーンには確実になる。ただこれでハッピーエンドではないのは当然、この先にさらなる絶望展開があるということ。一度読者が落ち着いた矢先にまたもや事件が起きて振り出しに戻るような展開が起きます。王道展開ですよね。1話冒頭ではカワキは7代目と同じところへ送ると言っていましたよね。これで大黒天のことではないことが判明します。同じところというのはあの世か。いや、これはカワキが作った物語へとつながることになると想像しています。ナルトが木の葉へ戻り、全能の前の悪のカワキの立ち位置になったカワキは悟ります。俺が火影になる的な力で統治するような、かつてのサスケのようなことを考えます。そもそも花瓶の下りで水がこぼれるかけら部分は結局は力がカーマが埋められるような流れがある。ジュラたちによりやられる忍びたちを見たり、また処分対象になることで信頼感も薄れていきます。少年編でのカワキの伏線回収される時が近い。カワキは闇落ちして最終局面の入り口が開始。だからこそ7代目と同じところへというのはカワキが作った別の星の木の葉であると考えます。もはやアマドに関してはこうなることも計画していてくれてた方が辻褄はすごく合うんだが、実は全能は受けていなくて鹿丸を洗脳してカワキを闇落ちさせようとしたりとか、ジュラはペインのような存在でアマドがマダラで
ラスボスで大筒木の本家はぶれたくないところ、マダラであるアマドが本家を引き出す引き金であってくれないと何かとつじつまが合わない。統括して全て展開をまとめると、このような流れが想像できるだけで全然ミスリードもあり得るが、ジュラがなぜナルトなのかが理由次第で大きく変わってきますし、何を聞きたいのかも。大筒木関連ならサスケでもいいだろうし、ナルトでなければいけない理由とは何なのか。ナルトにしかわからないことと10尾となれば、10尾イコール真珠がナルトに心を許したこと、1尾から9尾がナルトを信頼しているということは、他の10尾からすれば不思議なものであること。大筒木を食うだけの10尾が自我を持ち、人間と仲を深めることに対してに興味を持ったか。これは無理くりだと思いますが、自我を持ったからこそ余計に興味が湧いてる感もあるんだよな。ジュラはもしかするとクラマなのかもしれないというちょっとした願望もありますけどね。それでボルトが取り込んで最強化して上眼が開眼したりとかも全然まだありえますね。あと話は変わりますが、ボルトはドラゴンボールの悟空に似ているような気がしています。セリフもなんとなく似ているし、星を守る感じとか、これから別の星が登場しそうな感じもある。話は戻しますが、美月も言っていた今のカワキではボルトに勝てないというセリフ。ジュラはカワキを襲撃しに行く予定なので、確実にカワキをやられることになりますよね。でもボルトが木の葉を守るような形でカワキの目の前で圧倒していき、嫉妬が生まれます。確実に昔のサスケのように悪い力に手を差し伸べるのが着々と近づいていくわけです。カワキはナルトポジションで、サスケのような闇落ちはボルトでは必要不可欠。鹿丸も時が満ちてから全能についてはカワキに明かすべきと悟っています。つまりは一発で全能の前の立場に戻る瞬間が今後あるということになるので楽しみだ。全能になってる里のみんなの前でナルトがボルトをかばうシーンは胸熱展開ですね。カワキはナルトが死んだと嘘をついたことがバレるし、犯人がカワキもバレるしまずい。しかもカワキからすればナルト家で一緒に生活していてボルトの立場に嫉妬もしていた。立場を変えてもまた家族だと認識されるボルトを見て、かなり闇落ち要素が今思うと多い。次号でかなり展開が分かってくると思います。いよいよ新展開の幕開けですね。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。チャンネル登録、みんなの感想、コメント、考察コメントぜひお待ちしております。